はい。はい。それでは始めたいと思います。災害の環境史を担当する兄弟人文系の瀬戸口です。今日は3回目の授業になります。だいぶ慣れてきましたけれども、ちょっとまだ緊張していますが、早速話に入っていきたいと思います。それではスライドをよろしくお願いします。はい。ではまず、前回第2回をちょっと振り返って、今日の話に入っていきたいと思います。前回は 3.11 の環境史というテーマで、東日本大震災と原発事故という2つの巨大災害について振り返ってみました。で、そこでしばしば使われた想定外という言葉について考えてみたんですけれども、皆さんからもいろんな意見があって、想定外という言葉は曖昧なだけにですね、いろいろ議論ができる、いろいろ皆さん意見が出せる、そういった用語なんだなと思いました。で、前回の私の話のポイントは、確かに原子力関係者にとって、あのような巨大事故は想定外だったかもしれないけれども、これまでそういった核災害というものはしばしば繰り返されてきたので、そういった経験がですね、科学技術システムの中に蓄積されていて、これまでの知識が総動員されて、この、巨大事故に対する、対応というものがなされていったと。で、それで、日常を取り戻したことにしたと。一部の地域は非日常が続いていくわけですけれども、その後処理したことにして、日常を取り戻したことにしたと。それが 3.11 という、出来事だったというのが、前回の私のお話でした。で、そこで私が何度も言ったのはですね、科学技術の見方というものを考えてみようということなんですね。これまで私ずっと科学技術について考えてきたわけですけれども、科学技術というのは自然に介入して、そこから何か、生産物を作っていくような、そういった営みであるというふうに、考えてきました。原発などはその代表例だと思います。自然を使ってエネルギーを獲得するというようなですね、そういった技術。それが、現在の科学技術の中心にあるんだろうと。ただ、それだけではなくて、科学技術にはもう一つの側面があってですね、自然と人全体を監視しながら、そこで安定した日常を作っていくという、そういった側面もあります。ですから、この1と2をですね、両方支え合いながら、私たちの生きている世界、日常の世界というものを作っていっているというのが、現在の科学技術社会であると。それが私が 3.11 の後気づいたことです。で、科学技術社会というのはですね、これは環境史とか科学史の用語ではなくて、これ私が作った用語なので、教科書とか見てもないと思いますけれども、こういったものが、現代の社会なんだというふうに思うようになりました。で、それはどういうものなのかと。科学技術が発達して、素晴らしいんだと。そういうふうに受け取られた方もいるかもしれませんけれども、必ずしもそうではないんじゃないかというふうに私は思います。それは巨大な災害と常に向かい合わせで、生活していく、そういった世界ですね。いつ、どのような災害が起こるのか、予感しながらですね、隣り合わせで生きていくような、そういった社会だというふうに思います。で、それについてはちょっと最終回の第5回で、考えていきたいと思うんですけれども、もうちょっと詳しく考えていきたいと思うんですけれども、そういった、ちょっと不気味な社会であるというふうに私は考えています。それについてはちょっとまたおいおいですね、次回で、ちょっとずつ全体像が見えてくるんじゃないかと思います。で、今日はですね、もうちょっと歴史に帰って、で、ちょっと深刻な話ばかりずっとしてきているので、ちょっと楽しい話を今日はしたいというふうに前回も言いました。今日は害虫の環境史というテーマでお話していきます。で、3回目ぐらいになるとちょっとどういった話をこの授業でやっているのかなというのが、私自身にも見え始めているんですけれども、初回は、人を中心とした、それから人の上で生きているウイルスの話をしました。で、前回は、地球の話ですね。地球を監視するという話と、同時に人を監視すると
で、人工物が作り出した災害。そういったところを見てきました。で、今日見ていくのは動物ですね。人と地球の他にですね、地球上にはいろんな生物が生きています。その中で特に昆虫について考えてみたいというのが、今日の授業のテーマということになります。で、害虫というテーマですけれども、これ一体災害なんだろうかというふうに皆さん思われるかもしれません。これははっきりと災害だと思います。今ですね、よくニュースになっているのは、アフリカで砂漠飛びバッタという種類が大発生して、これは群れを作ってですね、群生層を作って、で、それで、あらゆる植物を食い尽くしていくというですね、これは歴史上しばしば見られた、大災害ですけれども、今アフリカとかインドの北部で、今起こっているという状況です。で、日本でもかつては害虫は大災害でした。現在ではそれほど災害だというイメージはないかもしれませんけれども、少なくともですね、江戸時代までは、害虫が原因で飢饉が起こったということがしばしば起こっています。で、その一つが18世紀に起こった享保の飢饉という飢饉ですけれども、これは西日本を中心に餓死者が大量に出たということが記録されています。で、この飢饉の原因は農作物が取れなかったと、凶作が原因ですけれども、さらに虫害、特に雲夏の大発生があったというふうに記録されています。で、その時の餓死者たちを供養するために、こういうお地蔵さんが、博多に作られていて、これは中洲のですね、飲み屋街の真ん中に、歓楽街の真ん中にあるんですけれども、このようにですね、たくさんの死者が出るほどの災害をもたらしたというのが、かつての害虫だったわけです。で、これは近代に入ってからも続きます。防災科学というですね、総称が出ています。1930年代に多分これ初めて防災研究というものが科学研究の中にしっかりと確立されて、全6巻のですね、防災研究の総書が出ているんですが、その中の一冊は凶作です。地震とか、風とかですね、雪とか、そういったものに加えて、農作物の凶作というものは非常に深刻なダメージを与えるものでした。で、その中に害虫という章も入っています。ですから、害虫というのは現在世界的にも見ても、歴史的に見てもですね、深刻な災害なので、これを振り返ってみることで、現在のコロナ禍というものも、別の視点から見直すことができるんじゃないかと思います。で、そういった視点を提供していこうというのは今日のお話の主眼ということになります。で、タイトルはですね、沈黙の春から春の沈黙へというタイトルにしましたけれども、この内容は、なぜこういうタイトルなのかということについては、話しながら、最後に行き着いたところで分かるように、話を進めていきたいと思います。まず最初にそもそも害虫って何だろうというところからお話して、それに対して、どういうふうに歴史的な、関係を人間が作ってきたのかという話をしていきたいと思います。はい。今日の話はですね、私の、かつての研究の中心になった話で、2009年にですね、害虫の誕生という本を書いています。で、主に前半は、その1と2ぐらいまではそこで、かなり詳しく書いた話で、その後、3.11 以降ですね、科学技術の見方がかなり変わって、先ほどお話したような科学技術には両面があるんだということが見えてきましたので、そのあたりを最後のところでお話していきたいと思います。はい。それではまず、そもそも害虫とは何だろうかというところから、考え直してみましょう。広辞苑にはこのように書いてあります。人畜に直接害を与え、また作物などを害することによって、人間生活に害や不快感を与える小動物の総称というふうに書いてあります。つまり、これはですね、二つのことが書いてあると思うんですけれども、前半の人畜に直接害を与えというのは、蚊とかハエとかですね、病気を媒介するような、衛生害虫というふうに呼ばれるものです。
で、後ろの方は、作物を害する、農業に被害を与えるような、農業害虫というものです。で、そういった害を与えるものだけではなくて、見るのが不快とかですね、ゴキブリみたいな、そういった生物も、害虫の中に入ってきます。で、害虫というのは主に昆虫ですけれども、他にもダニとかですね、昆虫ではない生物も入ってきますので、小動物とここでは書いてありますけれども、とにかく、農作物と人体の健康、あるいは家畜の健康に被害を与えるものが害虫であるというふうに定義されているわけです。で、このような定義は、つまり自然の側、自然の一員である動物が、人間に何か被害をもたらしてくると。そういった関係で見られている。そういった定義であるということが言えます。で、そこで、この授業では、環境史的に考えると。なるべく自然の側から、いろんなことを考えていくというのが、環境史の視点なので、別の視点から害虫というものを考えていきたいと思います。特に農業害虫について今日は話の中心になっていきます。で、農業害虫というのはそもそも何だろうかということを考えてみると、結論から言うと農業害虫というのは人間が育てている生物です。人間が餌を与えている生物です。はっきり言えば。それは意図せずして与えているわけです。で、もちろん農業害虫というのは農業というものが定着することによって初めて成立する概念ですね。農地というのは均一の植物を人間が育てた人工的な空間ということになります。で、そういった農作物を餌にするのは人だけではなくてですね、人が食べるだけではなくて他の生物も食べるわけです。で、特にその植物をもともと餌としてきたような昆虫というのがそこで大発生していきます。それが害虫になっていくわけですね。ですから、農業が充実すればするほど害虫は増えていきます。つまり人間にとって有益な農作物というものを一生懸命育てれば育てるほど害虫は増えていくわけです。そういった意味で、害虫というのは、人工空間を人が作り出して、人と共生している生き物であるというふうに言えます。自然の側から見るとですね、人間の側から見ると上の広辞苑の定義でいいんだろうけれども、そういった人間中心的な見方をちょっと距離を置いてみると、害虫と人というのは同じ農地という資源をめぐって共生している生物です。で、これは農業が始まってから害虫というのはずっといるわけですけれども、あらゆる時代にですね、いつも害虫の発生にすごく悩まされていたというわけではありません。特に現代に近くなればなるほど、つまり農業が充実すればするほど害虫の発生というものは盛んになってきています。で、その歴史をちょっと日本を中心に振り返ってみると、こういうものがあります。日本ではですね、非常に害虫の発生を記録したものというのは古くて、最初は7世紀からですね、害虫の発生を記録したものがあります。で、当時は害虫という言葉はなくて、後で言いますけれども、害虫という言葉はですね、非常に新しくて、19世紀の末にできた言葉です。で、それ以前は、単に虫ということもしばしばあったし、あるいは稲虫という言葉を使ってですね、これは甲とも音読みで呼びますけれども、これ今は稲子と呼びますけど、必ずしも稲子を指しているわけではなくて、稲につく虫という意味で、稲虫というふうに振り仮名が振られていることも多いです。で、これは運河を指しているというふうに現在では考えられていて、つまり運河というのは、稲作の大害虫なわけですね。そういった運河の発生が、しばしば7世紀から記録されています。で、昆虫学者の人が、これまで日本で起こった運河の大発生というものを、文献あさってですね、どれくらいの頻度で起こっているのかということを調べた一覧表があります。で、こうして見ると、これ100年単位で見ていってますけれども、18世紀以降非常に増えているということがわかります。
で、もちろん現代に近くなればなるほど、文字記録も残りやすいので、あと知識人がこういったことに注意を向けるようになるので、記録に残りやすいということもあります。ただ同時に18世紀以降、特に江戸時代と呼ばれる時代は、すごく水田の開発が進んだ時期です。江戸時代はすごく人口も増えた時期だし、水田がですね、すごく開発されて、この時期にですね、ものすごく稲作の収量というものが上がっていきます。あと肥料なども投入されるようになるので、肥料が増えると、害虫の発生も増えるんですね。それで虫害がすごく、頻繁に起こるということがありました。で、それに対して江戸時代の人たちどういう対応を取っていったのかというのを次に見てみましょう。江戸時代、先ほど言ったようにですね、農業がすごく盛んになった時代なので、農業の研究書というのがすごくたくさん出ます。農書と呼ばれる、書籍群が、各地で発行されていきます。で、その中に害虫について書いたものも非常に多く残っています。で、その中の一番有名なものとして、徐行録という本があります。大倉長常というですね、文語の、これ今から言うと農学者であり、ジャーナリストであり、各地の農業の技術をですね、文字にして出版したという、そういう人ですけれども、彼が書いた本の中に、害虫に関する本もあってですね、それが徐行録という本です。で、大倉が言ったのは、すごくいいやり方としていいやり方としてですね、クジラの油を散布すると、それで虫が死ぬよということを言っていて、これは主に西日本で行われていた方法ですけれども、これ18世紀、1700年代の後半ぐらいから始まった方法です。で、その一方で、この鯨油を準備できないような地域というものも非常にたくさんあったので、そこではこういったものが行われているというふうに大倉は言っています。虫送りという行事ですね。で、これは左の方に、その様子を、絵にしたものを出していますけれども、虫追いの図というふうに書いてあって、太鼓を打ち鳴らすとか、松明を掲げると。で、それでホラ貝を打ち鳴らすというような大きな音を立てながら、村の中を練り歩いて、村外れまで虫を送っていくという、そういった行事です。で、これは一種の雨乞いみたいなもので、宗教的な祭礼ですね。で、これ音で驚いて、虫が逃げていくんだというふうに、徐行録では大倉は言ってるんですけれども、それは実際に効果があったかどうかはわからない。多分なかっただろうと。この火の中に虫が飛び込んで死ぬんだということも、大倉は言ってますけれども、どちらにしろそれほど効果があったものではないだろうと。けれども、この虫送りという行事は、江戸時代通じてずっと行われているし、これは明治時代に入ってもずっと行われています。現在でも、伝統行事として行っている地域は一部ありますけれども、少なくとも19世紀まではすごく頻繁に行われていたというのが虫送りという行事でした。ではなぜ当時の人たち、江戸時代の人たちが、虫送りという行事だけをやってですね、あまり害虫の駆除というのは熱心にはやらなかったというふうに、特に明治時代の記録などを見ると、農民たちはあんまり害虫駆除について熱心ではない、虫送りばっかりやっているということが言われています。で、それはなぜかというと、当時の人たちはですね、昆虫というのは、湧いてくるんだと。これは、湿気とかですね、あるいは風とか、そういったものに、乗じて、自然に発生してくるものなんだと。そういうふうに考えていました。江戸時代のですね、辞書で、いろんな言葉の語源について書いているものがあるんですけれども、虫の語源はムシムシした状態から来るんだと。そういうふうに言っているものもあって、それ本当にそうなのかどうかはわからないけど、とにかく、湿気から虫が湧いてくるんだというふうに、思っている人は非常に多かったわけです。だから、卵を殺すとかですね、さなぎを殺すとか、成長を殺して次の世代を潰すと。そういった発想はあまりなかったわけですね。で、これ、徐行録のちょっと字が間違ってます。上の字と同じになりますけれども、大倉が後に書いた徐行録後編という本がありますが、その中で、
大倉はですね、イナムシは気候不順によって生じるんだというふうに言っています。つまり気候が変わってくると、風向きが変わったりして、虫が生じてくると。だから、これ一種の気象現象ですね。嵐とか台風と同じように、害虫の発生というのは、人間がコントロールできるものではないので、出てから、虫送りをしたり、あるいは鯨油が準備できる地域では鯨油を散布すると、そういったことをやっていたというのが江戸時代でした。で、こういった状態は実は明治時代もずっと続きます。明治期になるとですね、明治政府は近代科学を導入するので、近代科学の制度に乗っかってですね、それに従って、農業の政策というものを進めていきます。ですから害虫が発生するとすぐに昆虫学者が派遣されて、状況の調査がされて、何らかの対応を取らなきゃいけないと。それが近代国家なので、そういったことを、制度を作っていくわけです。で、そこで作られたのは官農局という部署ですけれども、現在の農林省に当たるような、そういった部局ができて、農業に関する調査研究を行っていきます。で、そこの局長だった松方正義が、こういったことを言っています。明治初年にですね。農家たちが、全然虫に対して対応しようとしないというふうに言ってるわけですね。農家は常に虫を土外に置いて、全然意に介さないんだと。で、それが繁殖するに任せているというふうに言っています。で、一旦それが消結をたくましくすると、すごく大発生すると、狼狽混沌してしまうと。で、特に何もできなくなってしまう。経営なくなってしまうと。で、その後が面白いと思うんですけれども、彼らは、これ天才にして人力のよく制するところにあらずと。害虫というのは天才であって、人間の力で、制圧することができるものではないというふうに考えているというふうに言ってるわけですね。だから、これ天才だから、雨乞いと同じようにですね、いろんな、基人に訴えとかですね、そういった虫送りみたいなことをやって、宗教的に対応しようとしていると。で、これはすごく嘆かわしいことだというふうに松方は、言ってるわけです。で、こういった状況は実は1890年代、明治30年代ぐらいまで続きます。こういった記録はすごくたくさん残っていて、村人たちが全然害虫駆除しようとしないとか、虫送りみたいな変なことをやってるとか、そういった記録が非常に頻繁に、1890年代ぐらいまで、登場してきます。で、明治30年代になると、政府の方も本腰を入れて、害虫と戦わなきゃいけないという体制を作ろうとしていきます。農学の研究体制というのを、もっと整備していくと。農事試験場というですね、各県にそういう農業の研究機関を作るとか、大学に農業の学部を作るとかですね、そういったことをやっていって、害虫の駆除というものを本格的に進めようとしていきます。となると、それまで全然害虫を駆除しようとしなかった、虫送りばっかりやっていた農民たちはどうなるのかと。彼らは強制的に害虫駆除をやれというふうに言われるわけです。で、これ法律で強制されていきます。1885年に田んぼ虫害予防規則という法律ができて、指定された害虫を駆除しなさいということが言われるようになってくると。で、その10年後、11年後ですね、害虫駆除予防法という法律ができて、この法律だと害虫駆除をやらないと逮捕されます。ですから、これは害虫を駆除しないという自由はないわけですね、彼らには。だから駆除しないと罰金を課されるとか、逮捕されて拘留されるということが、1890年代から1900年代ぐらいまでは、すごく頻繁に起こっています。で、どれくらいの人が逮捕されたのかという記録も残っていたので、それをグラフにしたのが下ですけれども、拘留された人というのはそれほど多くはないですね。多い年でも、1年に500人ぐらいですけれども、罰金を課された人というのはかなり多くて、年間5000人から8000人ぐらいが毎年罰金を課されているということがわかります。
で、この当時は、農業技術を無理やりやらせるということが、害虫だけではなくてですね、しばしばやられていたので、その一部として害虫駆除がやられたわけです。で、同時にここで害虫という概念もすごく、農民たちに叩き込まれていくことになります。それまで稲虫とかですね、単に虫と呼ばれていた虫を、人間に害を与える昆虫ということで、害虫という一括りの概念がここで出来上がってきます。で、そういった農作物に害を与える昆虫を全部駆除しなさいと。そういった法令が出て、それが浸透していって、害虫という言葉も1890年代ぐらいから、すごく一般的になっていきます。で、このような強制というのが一つ行われたことでした。で、もう一つはですね、教育ですね。特に小学校で害虫を教え込んでいくと。で、これ今新しい生活様式が小学校で叩き込まれているように、マスクをつけなさいとか、フェイスシールドをつけなさいとか、地域によってはですね、それと同じような、新しい害虫との付き合い方というものが、この1890年代から1900年代にかけて浸透していきます。で、当時の小学校では、特に農村部ではですね、しばしば子供たちを農地に連れて行って、虫をたくさん取らせると、手で取らせると。で、たくさん取った子に賞品を与えるとか、賞金を与えるとか、そういったことをやっています。で、これは当時の農業法令を調べていくとすごく面白いんですけど、お金を与えるのはあんま良くないから、ノートとかそういった商品にしなさいというような、そういった指令が出ていたりですね。それくらいよく頻繁に行われていたという行事です。で、こういった子供に害虫を取らせるというのは、20世紀、1940年代ぐらいまで農村部で行われているので、今、お年寄りの中でもそういった経験された方いると思います。で、特にこれ1900年代は、日露戦争の直後なので、すごく戦争のイメージが、この害虫との戦いの中にも出てきていて、害虫唱歌というものが残っています。こういった歌を歌いながら害虫を駆除する、授業に出かけなさいというそういったもので、これ全然珍しいものではなくてですね、害虫駆除唱歌というのはこの時期にいっぱい作られていて、その中の一つが、これです。で、こういったちょっともうほとんど軍歌みたいなですね、勇ましい歌を歌いながら、農地に出かけていって、そこで虫を取って、勝ち時を上げながら帰ってきなさいと、そういったことがこの本には書かれています。で、自分の武器を取って、運河とか命中とかですね、稲の害虫を滅ぼそうということが書かれているわけですけれども、ここでいう武器はですね、実はこの時期はまだ手で取るというのが一番有効な方法でした。ですから、今から見るとこれ武器なのかなという感じなんですけれども、あとこの歌ではこの後捕虫網ですね、虫取り網を武器にして僕たちは行くぞみたいなそういった歌詞もあって、そういうすごく簡単な道具を使って駆除していくというのが、この明治期から大正期にかけての状況でした。ただ、この時期に初めてですね、害虫というものを、人間の側が、敵として意識してですね、で、それで、戦っていくんだと。手で戦うにしろ、なんか道具を使って戦うにしろですね、殲滅していくんだという、そういった対立図式が人々の中に浸透していったということになります。つまり、それまでは一種の気象災害だったものが、戦っていくべき敵としての害虫というものがこの時期に生まれていくわけです。で、そういった状況はその後も続いていきます。今明治末の話をして、その後化学殺虫剤が導入されていきます。日本では1940年代第二次大戦以降にならないと化学殺虫剤は浸透していきませんけれども、アメリカなどで見るともうちょっと早くから1920年代ぐらいから化学殺虫剤、かなりよく使われるようになっていきます。で、今日はちょっと日本を中心に
見ていきたいと思いますけれども、その後、害虫との戦いがどういうふうになっていったのかということですね。先ほど見た子供たちが、虫取り網を持って戦っていくというのは、ちょっとまだ微笑ましい風景ですけれども、その後もっともっと大規模になっていきます。飛行機からの散布というものが行われるようになったのは第一次大戦以降です。アメリカで始まっていきます。で、そうなると空間全体が化学殺虫剤で変えられていくわけです。空間全体が化学化されていきます。で、さらに DDT というような、新しい有機合成殺虫剤が1940年代以降登場します。これは第二次大戦の経験を通じて、次の農業に使われるようになったものです。で、そこでは空間全体を化学化していく。化学殺虫剤はまんべんなくですね、農業に、農地空間に散布して、で、それで害虫を殲滅していこうということが目指されていたわけです。となると、その後、新しい問題が、次なる問題が生じてくることになります。そういった化学化された環境ですね。つまり、均一の植物がすごくたくさん植わっていて、それが、そこでさらに害虫を殺すような化学物質というものが大量に散布されているような空間。すると、人間はあまり予想していなかったんですけれども、そこに適応してくるような害虫が出てくるわけですね。そういった化学殺虫剤に対して耐性を持つような、抵抗性を持つような害虫というものが登場してきます。で、これは殺虫剤が散布されると、そういう農薬に強いものが生き残って、弱いものは死んでいくので、強いものが生き残って次の世代を作っていくと、どんどん強いものがどんどん増えていくと。そういった一種の進化に近いような現象として理解されます。で、これはこういう現象なんだと。人間が化学物質を巻くことによって強い個体を選択してどんどん増やしているんだということはすでに1930年代から、遺伝学者たちが指摘していました。で、そういった問題も生じてくると。害虫を、均一の作物を作って害虫を作ってですね、さらに農薬を撒いて農薬に強い害虫を増やしていると。そういう、いたちごっこのマッチポンプみたいなことをやっているわけです。で、さらに、害虫以外の生物も、悪影響を受けているということが指摘されるようになります。天敵が減って、天敵というのは害虫を食べているような雲みたいな天敵が減って、むしろ逆に害虫が増えてしまうとか、野生生物が、健康に被害を受けているとか、さらに、それは人の被害にもつながってくるわけですけれども、このような様々な農薬問題というものが1950年代以降登場してきます。で、それを指摘したのが、沈黙の春という本です。レイチェル・カーソンというですね、アメリカの、もともと海洋生物学を研究していた作家が、こういった農薬問題について、1950年代になるとかなりたくさんの文献が出てきますから、それを包括的に調査して、農薬問題を告発する本を書きます。その中の彼女のイメージが、農薬をもうバンバン巻きまくったことで、生物がいない、野生生物がいない、鳥の声がしない、沈黙の春というものがもたらされつつあるという、そういうちょっとディストピアの世界を描いたわけです。かつていろんな鳥が鳴いていたけれども、もう今は物音を一つしないと。みんな黙りこくっているという、そのような世界を描いたわけです。で、これすごく大きなインパクトを与えました。日本語でもですね、これ、いいですけど、生と死の妙薬という本が出ていて、これは1964年に出ています。これはカーソンの本を翻訳したものですね。沈黙の春を翻訳したもので、今新潮文庫に入っていますが、出てからすぐに、原著が出てからすぐにですね、日本語にも翻訳されて、日本でも大きなインパクトを与えていきます。で、その結果、害虫との付き合い方がすごく変わっていきます。昆虫学者たちの態度も変わっていくし、社会全体のあり方としても、農薬をなるべく使わないような形で、害虫との新しい付き合い方を考えていくという、そういったやり方が生じてくるわけですね。そこで出てきたのが総合的害虫管理、インテグレーティッドペストマネジメント。
IPM としばしば、省略されるものですけれども、これは1960年代ぐらいから登場してきます。で、この総合的害虫管理の特徴は、大きく分けると2つ特徴があって、1つは、それまで化学殺虫剤を使ってとにかく殲滅しましょうというのがやり方だったわけですけれども、IPM では殺虫剤だけではなくていろんな方法を使えます。点滴を導入して、害虫を駆除していくとか、あるいは栽培方法を変えていくとかですね、いろんな多様な技術を複合的に組み合わせていくというのが一つですね。で、なるべく殺虫剤を乱用しないようにするというやり方です。で、二つ目がより重要なんですけれども、基準を一つ作ります。それは経済的被害許容水準というもので、被害を許容できる水準以下なら、害虫いても別にいいと。害虫と共存していこうと。それが IPM の思想です。許容できない水準になると、駆除しなきゃいけないから、殺虫剤も撒かなきゃいけないわけですけれども、経済的な被害が、そんなに大きくない場合には、害虫いてもいいだろうと。それがすごく新しい発想でした。で、さらに現在では、1990年代以降は、生物多様性の考え方をですね、生物多様性保全の考え方を、害虫駆除の中に持ち込んで、許容水準以下なら、特に絶滅水準に近くなってくると、むしろ保護の対象になるんじゃないかと。絶滅するよりかはいた方がいいんじゃないかと。そういった考え方も出てきていて、昆虫学者の中の一部の人たちがそういったことを言ってるわけですけれども、害虫は敵であって完全に殲滅しなきゃいけないという思想とはかなり違った発想でやっていってるわけです。どちらにしろ、これ水準というものが重要なので、害虫の数ですね、どれくらい増えているかということを見ていかなければいけません。ですから、害虫をモニタリングして個体数を把握していくと。どれくらい今いるのかということを把握していくと。で、さらにそれを数理モデルに組み込んでやって、これからどれくらい増えていくのかということをシミュレーションしていくと。そういったですね、感染症の数理モデルと同じことをここでやっていくことが求められるようになったわけです。で、歴史的に見るとこれはずっと前からあって、これは感染症の数理モデルと、同じような、相互作用しながらですね、20世紀を通じてずっと発展してきたものですけれども、特に1960年代以降はそれを現実に適用していくということが重要になってきているわけですね。で、それが実際にどういうふうに今行われているのかということを、2つほど事例を見ていきたいと思います。一つは、ちょっとホームページをここで見せることができないので、URL をここで示しています。URL と QR コードを示しているので、見れる環境にある人は今ちょっと見ていただきたいんですけれども、チャットの方でも多分 URL 出していただいていると思いますけれども、まず一つ目見ていきます。で、これは運化飛来予測というものですけれども、日本植物貿易協会のホームページを見ると、そこで出てきています。で、これはセジロ運化とトビロ運化という2つの種類の運化の飛来予測ですね。で、今ちょうど時期なので、どれくらいの運化が来るかということが予測されていると思います。東アジアの地図が出てきていて、そこでどれくらい来るのかということが、見えると思います。で、これらの運化はですね、実は東南アジアからジェット気流に乗ってくるんですね。だから、かつて江戸時代の人たちがこれ気候で来るんだというふうに考えていたのも間違いではなかったわけです。で、そういった気候の考え方というものが、気象の考え方というものがもう一度ここで入ってきていて、そういうジェット気流の流れとですね、害虫の発生というものを組み合わせて、日本列島でどれくらい飛んでくるかということを予測することが可能になっています。で、これ2004年にできたシステムですが、農研機構と、これは政府系の機関と、日本原子力研究所が開発したものです。で、これ、つまりスピーディーと同じシステムということですね。スピーディーのシステムが転用されて、このシミュレーションに生かされているということになるわけです。で、もう一つのシステムを見てみましょう。で、これ FAO のシステムですけれども、ローカストウォッチというもので、これ飛びバッターを監視していくシステムです。
で、これは今まさにアフリカ大陸で繁殖しているものが入力されていて、フォーキャストというところで、右の方にちょっと地図が出ていると思うんですけれども、予報も出されています。で、今警報が出されていますね。スレッドという形で。で、そういった形で、どれくらい今発生していて、これからどれくらいどの地域でどれくらい増えていくのかということが予報できるようになっています。で、これ基本的には人が入力しているみたいですね。人が監視して、で、スマートフォンみたいなものに入力して、で、その位置情報から、中央のシステムに集約されて、で、次の予測につなげていくと。そういったモニタリングから予測してフィードバックするというシステムが、今、ある程度は進められています。で、これ昆虫というのはですね、つまり人というのはかなりモニタリングしやすい生物で、人の感染症がどれくらい広まっているのかというのはすぐに統計で上がってくるんですけれども、生物のモニタリングというのはかなり難しいわけです。ですから人が見て、そこで入力しないといけないと。気象観測の場合にはもう自動的にもうどんどん入力してデータがどんどんもう膨大に集まってくるわけですけれども、生物の場合にはまだまだモニタリングシステムというものは完全に完成しているわけではなくて、人が入力して、それを集約して、そういった形で行われています。はい。ここまで害虫の環境史という話で、これかなり駆け足で見てきました。これは私がこれまで主にやってきた研究なので、ちょっとはしょるのは大変だったんですけれども、主に日本を中心として見てきました。で、そこで見えてきたのは、害虫というのは自然の側から人間の側にガと被害を与えるという最初の広辞苑の定義みたいなものではなくて、人が人工空間を作り上げているんだと。で、それは昆虫にとっても住みやすい空間であって、その中で共生しているのが害虫なんだということが、分かったと思います。で、さらに人と昆虫の間の関係の歴史というものを見てみると、何度か転換点がありました。かつては虫害というのは一種の天災だったわけです。一種の気象現象みたいなものだったと。で、それは敵になったというのが、明治以降のことで、最初は手で取ったり、いろんなやり方でやってたわけですけれども、化学殺虫剤が出てからそれをもう重点的に巻くようになって、それが思わぬ結果を招いたりして批判されるようになっていきます。で、そこで登場したのが総合的害虫管理です。で、これは一言で言えば、今のイメージで言えば、ウィズ害虫の発想なんですね。害虫いてもいいと。で、けど、被害が一定程度以上になると困るから、一定程度にならないように、いろんな対応をしていきましょうと。で、そのためにモニタリングが必要ですと。そういった、システムということになります。で、こうしてみると、モニタリングが、自然の世界にバーッと広がっていると。そういったイメージですね。で、こうしてみるとですね、病気の環境史と害虫の環境史というのはかなり、イメージがつながってくると思います。病気もですね、感染症もかつては外部からバーッとやってきて、たくさんの人がバーッと死んでいく。そういった、大規模な災害だったわけですね。天災みたいなもんだったわけです。で、その後、感染症というのはかなり減ってきました。予防接種とか、抗生物質とか、そういった、様々な医学の技術というものを導入することによって、20世紀後半にはもう感染症というのはマイナーな病気になっていったわけですけれども、今再び新しいタイプの感染症が出てきていると。で、その新しいタイプの感染症との付き合い方というものを模索しているというのが現在の状況です。このようにですね、害虫の歴史を見ることによって、病気の歴史というものもちょっと考える視座というものが出てくるんじゃないかと思います。はい。ここまでが私の主な話ですけど、最後にちょっとタイトルの説明をして、簡単に終わりたいと思います。で、今日、沈黙の春から春の沈黙へという話をしました。タイトルをつけましたけれども、春の沈黙というのは、ちょうど春の頃に、緊急事態宣言が出されて、街から人がいなくなってと、で、プロ野球とかも無観客で、そういったイメージで、私はお話しています。で、こういったキーワードをちょっと考えた一つのきっかけとしてですね、
ちょうどその緊急事態宣言の頃に、来訪という、ジャー・ジャンクという中国の映画監督の映画を見ました。で、これはコロナの時代を描く映画というもので、いろんな作家が作っているんですけれども、短編映画です。5分ぐらいの映画なので、後ほどぜひ見ていただければと思います。で、そこで書かれているのは、自然の世界は常に、彩りがあると。カラーで描かれて、カラーで外の風景というものが撮影されていて、ずっと背景で鳥が鳴いてるんですね。沈黙の春とは全く逆にですね、外ではずっと鳥が鳴いていて豊かな自然があるのに、家の中では、人間の中では、少人数でしか会えないとか、ソーシャルディスタンスを保ちながら、生きているとか、モノクロで描かれているとかですね。そういった対照的に人間の世界と自然の世界というものが、描かれています。で、かつてカーソンは沈黙の春という形で、自然が失われた世界というものを描いたわけですけれども、それとは全く違う形で、ディストピアというものが現在現れてしまっているわけです。で、それはモニタリングであったり予測であったり、そういったものが組み込まれることによって、つまり第二のタイプの科学技術ですね。監視の科学技術というものが組み込まれることによって作られた世界です。で、そういったアイロニカルな世界というものを見せつけてくれているんじゃないかなというふうに思って、この映画を最後に持ってきました。じゃあ、ちょっと授業が終わった後にでも見ていただければと思います。はい、それでは、質疑応答に入っていきたいと思いますけれども、はい。まず、現代に近づくほど現象を害と認識する傾向が強まったんだろうか。それとも現象自体が増えたんだろうかと。これは多分両面だと思うんですよね。ちょっと、どちらが強いかというのはちょっとわからないんですけれども、現象自体が増えたということももちろんあると思います。つまり農業が充実してきたことによって、どんどん害虫が増えるようになった。で、均一な農作物を育てれば育てるほど生態系が不安定になって、突発的な害虫の大発生というものが増えてきたということがあります。同時に、かつてはそれは気象災害だったので、小さいものはそれほど、気にしなかったんだろうと思いますけれども、それ害と有害な生物である、害虫であるというふうに認識するようになったので、比較的小さいものでも記録されるようになって、どんどん感覚が過敏になっていくというかですね、そういった2つの側面があるんだろうと思います。いろいろ、ちょっと歴史的、ちょっと害虫の話に突っ込んだ質問をいくつかお答えしていきたいと思いますけれども、まず諸外国との違いという質問がありますね。特にヨーロッパとかとの違いを考えてみると、ヨーロッパでもですね、昆虫は自然発生するんだという考え方は18世紀まで普通なので、その昆虫の自然史ですね、生活史、卵から幼虫、さなぎというふうになって成虫になるんだということを理解した上で、害虫を駆除しなければいけないという発想が出てくるのは、18世紀
中頃だと思いますね。で、19世紀になると、もうちょっと、昆虫学みたいなものが制度化していって、科学的に駆除していくということが行われていきます。それはアメリカで19世紀半ばぐらいに起こるんですけれども、ですから、そのちょっと後ぐらいに日本で起こっていくということになりますね。はい。害虫が許容水準以下になったら、それは害虫ではなくなるので、害虫との共生ではないように思えるのですが、という、コメントもありますね。許容水準以下になったらもう、確かにそれはただの虫になっていくので、けど、なんていうんですかね。それこそ共生なのかもしれないですね。害虫、一緒にいても全く問題ないという状態なので、人間の側がそれほど気にしないような共生になっていくのではないかと思いますね。はい。うんうん。はい。ちょっと拾いながらやっていきますね。害かどうかを決めるのはあくまで人間だから、モニタリング対象となるのも人間にとって害があるとなる虫ですよねと。で、害虫以外はモニタリング対象にならないだろうというコメントですね。それでその虫が他の動植物にとって重要なものかどうかという研究などはないんだろうかというコメントですね。確かに害虫研究ではモニタリング対象になるのは害虫が中心なんですけれども、最近ではちょっと生物多様性全体を把握していこうとしているので、モニタリング対象は生物全体です。で、それはもちろん全然粗い網ですね。今の、気象学などの緻密な網と比べれば全然雑な網で、どっかで誰かが見たのを生物多様性のデータベースに入れていくというような、そういった形でやっていくわけですけれども、ですから、将来的な理想としては、あらゆる生物について緻密なモニタリングが行われるようになるというのが、今科学が目指している方向だと思うんですけれども、現時点では害虫を中心としてモニタリングしているという、そういった形でやっているんだと思います。はい。害虫の環境種と病気の環境種はかなり似ているとのことですが、両者に大きな違いというのはありますかという質問ですね。どうでしょうね。やっぱり違ってる部分っていうのはどこあるんだろうと思いますけど、やっぱりかなり似ているところの方が多いような気がしますね。両方とも密集しているということが重要で、農作物が密集しているとかですね、人口が密集しているということが重要で、それで新しい生物がバーッと増えちゃうというのが、病気であったり害虫であったりするので、かなり似ているところが多いんじゃないかと思います。で、最終的な結末も、食料がすごく減ると人間が、死んでいくので、もちろん病気の場合には直接的に死んでいくわけですけれども、似ているところの方が多いように思います。
はい、他には、うん。なんか違いについてのコメントがありますね。外注はそれ自身の動きとして、区別できる。つまり、人間の側がなんか介入することはできるけれども、ウイルスは常に人の中にあるので、制限が難しいんじゃないかという、そういうコメントですね。うん。そうですね。はい。それがやっぱり、はい、コメントで気づきました。そこがやっぱり一番大きな違いなんじゃないかと思います。害虫の場合には、やっぱり自然の生態系を人工化して、それを制御していくという、そういった、手順で科学技術が自然を作り変えていくわけですけれども、病気の場合には人間の集団が問題になってくるので、人間が自分自身を監視しながら、管理しながら、コントロールしていかなければいけないわけですね。だから、そうなると、やっぱ人間の意思とかですね、人間の自由とどういうふうに折り合いをつけていくのかということが問題になっていって、害虫みたいにモニタリングしながらコントロールしていきましょうということになると、人間はもう、家畜と一緒ということになりますね。完全にコントロール下にあるような、これはディストピア的なイメージで言えば管理社会の成立ということになるんだろうと思います。他にはですね、農薬の現状についての質問などもありますけれども、やっぱカーソンの時代には今とはやっぱ全然違っていて、安全性基準とかも十分整備されていないわけですね。で、DDT などの問題というのは1940年代に使われるようになった時点からもう分かっているんですけれども、人体にも悪影響があるんだということは分かってるんだけど、それでも有用だということで導入されていきます。で、そのリスク評価の方法が1960年代カーソン以降に定着していったので、その後の農薬はそれに乗っかって、その基準を通らないと利用できないという形になっているので、ここでも科学技術の両面というものが出ているわけですけれども、自然を作り変えるという側面と、それを制御していく、コントロールしていくという、そういう両面で回っていくというのが、農薬であったり、殺虫剤で、それにプラスして、点滴であるとか、いろんな新しい方法が導入されているというのが現在の総合防除、IPM というものだということが言えますね。他に答えられることがありますかね。ちょっと前回ともつながるところなので、人の営みが災害を誘発してきたという話を今回したわけですけれども、それが想定された想定外ということなんでしょうかという質問がありました。これはちょっと違ってですね、前回話した想定されていた想定外というのは、災害が繰り返されることによって、
絶対に起こらないであろうと考えられていたような想定外の災害でも、それに対するある程度の想定というものがあらかじめ行われているということです。で、人の営みが完全にこれまでなかったような災害を誘発する場合にはですね、それとはちょっと違う話なんじゃないかなと思います。それは考えても実際にあんまり準備していなかったようなことが起こってくるわけですね。で、それはその後泥縄で新しいやり方というものがどんどん導入されていくと。それがカーソン以降のIPM の導入とかですね、そこら辺ではそういったことが行われていったんだろうと思います。それぐらいでしょうか、今日は。他にもちょっと面白いのはいくつかあるんですけど、最後の一つはですね、害虫と共生するという意識は、当事者、特に農業従事者の間でどの程度合意されているのでしょうかという質問ですね。で、これは、わからないので、ぜひ農業とか近い人は、農家の方とかいらっしゃったらコメントをいただければと思いますが、少なくとも昆虫学者の間では、IPM 以降ですね、害虫を根絶するとか殲滅するという発想はもうかなりなくなっていて、害虫をある程度以下に制御するという、そういった発想になっています。で、それを強制というかどうかは、ちょっと生態学的な発想をどれくらい持っているかによるので、人によるとは思いますけれども、そういった、それが現場の農業の人にどれくらい、共有されているかどうかというのは、まだちょっと、聞いてみないとわからないですね。はい。じゃあ、今日はこれくらいにさせていただければと思います。はい。次回のスライドを載せていただけますかね。はい。今日は、以上で害虫の話をしてきました。歴史からちょっと現在の問題を考え直してみるということですね。で、次回はまたもうちょっと深刻な話に戻ってしまいますけれども、交通事故の環境史です。交通事故がなぜ環境史のテーマになるのかと、今のコロナ禍とどうつながってくるのかと、そういった話を次回していきたいと思います。はい。では、今日は以上で終わります。どうもありがとうございました。また来週よろしくお願いします。